どうも、最強無敵の復讐者タンよ。深き夜ソロ続きやります。残りはエデレとマリスだけ。標的は食らいつくアギト。なんだけど、もう4回も食らいつくアギトに出撃してるのに全然とこよ出てくれないんだけど。頼むから今度こそ出てね。いい加減切れそう。あ、兆しに至っては一度たりとも標的に現れてすらないです。さすが他より出現率半分しかないだけあるわ。リセマラ OK にしておいて本当に良かった。初手はやはり小鳥で、今度こそ資料の活躍を。それ、そういうのが見たかったのよ。向こうの増量も雑魚散らししてくれてるわ。やはり資料最強。行動トロルは変みたい。FP 切れたけど問題ないわ。ちゃんと鍵爪拾ってきたから。出血さえあればいくら変みたいでも。あえはここはこここんな遠くまで戻されんの？最悪なんだけど。とりあえず恨みは晴らしておいて短石2をゲット。ロスは大きい。中央砦で重装を強化してちょっと試したいことがあるのよね。段差を利用して安全にルツボ削れないかの検証。ここからならいけるんじゃない？綾部剣持ちに気づかれちゃった。くそこれじゃできない。一旦向こうは。なんだ今の無駄ジャンプ。復活場所は下。ここからの最速復帰方法を紹介するわ。ここの段差をうまいこと使ってこう。これが見せたかったからあえて死んだってわけ。あら赤い体。これを漁りたかったのも理由の一つね。追跡者遺体だから付帯はいまいちだけどさまよう祝福はありがたくいただいていくわ。今度こそ。ここからダメ重装。お、当たってる。やっぱこれ使えるわね。あとはフレデリック消えたらどうなるか。お、このままいける？あ、そうか地ならしがあるのか。絶対安全とまではいかないわね。まあでもある程度有用なことは間違いないはず。FP 切れたから残りはこの槍でやります。いやみんながもう一回この書とか見たいと思ってね。一回失敗するのはデフォ。なんなら実戦で初めて使ったから本当に。さてルーンも回収したし今度こそとどめさしごよ。みんなそんなに私の書とかが見たいのね。仕方ないなもう。さすがに3回目は一発成功。なんで一出撃で3回も同じ書とかしてるんですかね。てか FP 回復してるんだから近鉄じゃなくて重装使えばいいだけじゃない。とんでもなく無駄な時間だったわ。でもこれだけ死んでルーンロストしてないのは偉い。さすが復讐者ちゃん、本ができてる。1日目夜ボスは夜の騎兵たち。イミゴちゃんが2人とも仕様になってくれたから有効活用するわ。てかあれだけ死んだのにレベルは8。ルチボのルーンの美味しさはやはりすごい。ほらみんな頑張ってうわ頑張りすぎ。これもう実質マルチね。はいもう一体も。資料ちゃんたちが頑張ってくれたおかげで FP にも余裕があるわ。成功使わなくても相当削れそうね。ちょっと早くない？だるいからもう成功使うわ。てか普通にファミリー出しちゃってたけどこれは握手ね。最悪もう一体の方もアクティブになって馬召喚されちゃうわ。ほらね。重装に脳を焼かれすぎ。まあでもここまで削ればあとは適当でも OK。やっぱり大事なのは火力ね。2日目は北西に飛んでボスなぎ倒しあんら。なんか来た。こいつ全襲撃イベントでも一番きつい。特に1回でも死んだら終わりってところが。まずはフィールドを確保して。今回重装で戦うしかないわね。前回は獣の石があったから楽だったんだけどひ。やばい死ぬって。ワープ叩きつけの後以外と隙ないのね。明確に重装入れれる隙は分かってないけど時間もないし入れてくしかない。あぶぶぶぶぶ。やばいこれじゃいつか死にそう。いや私が死ぬより先にあなたが死ねばいいのよ。遅延ダガーやめてね。連続ダガー投げは距離取って斜め後ろ歩きが安定ね。特に途中の4連投げはローリングじゃ避けにくいから重要。ごへ。まず移動しても近接攻撃感覚で振っちゃって被弾してる。いや一発耐えるのならこれで正解かもしれないけどね。そのうち死にそう。確実に攻撃入れられるのはここぐらいかな。
槍と重装のリーチを完全理解した攻撃。今のは天才だった。バフ。結局ボコボコ食らいながらなんとかここまで来た。フレデリック決めて。ちょっと足りず。でもこれで終わり。はぁ、神経削られるわ。しかもここ修復ギリギリだったのね。全然見てなかった。空洞開けたら意味後。やっぱ硬い。通常でこれなら変みたいなんて絶対スルー不可避ね。これって疾走避けできないんだっけ？シビレイの音量と同じ？それとも角度が悪かったか？ひたすら重装打ちまくってなんとか撃破。絶対2万ルーンのルツボの方が柔らかいわ。次は変みタイプリガード。さっきの意味語の方が硬くなかった？少なくとも同等であることは間違いない。変みたいの恐るべき強敵と同じ硬さってどういうことなのよ。恐るべき強敵は変みたいの強化倍率が控えめとは言うけれどそれでもあれはおかしいでしょ。意味語、恐ろしい子。最後にまたフロー。変みたい墓守投資だけど、やっぱり通常意味語の方が硬いよね。あいつ規格外すぎる。雨に降られながら2日目夜へ。だいぶ聖杯使わされちゃった。風浪の位置だとここへのアクセス悪いから早めに移動しないといけないのね。夜ボス壁地の縮小はいつも通り資料がほぼやってくれたからカット。3日目。商人からさまよう祝福買うの忘れてた。二重も微妙、タリスマンもゴミ。まさかこんな時に限って常世の王だったり。するのよね。知ってた。最近霧の2ダイブをローリング避けすることを覚えたわ。以前は離れてジャンプしてたけどこっちの方が簡単かも。まだミスったことないし。無駄に通常エデレとやりまくったおかげで練習できたわ。適当にファミリー出したらタゲ取ってくれた。よくやった今だ攻撃プロフェ。全然チャンスじゃなかった。その後もしばらくは安定戦闘。まああれだけ通常エデレとやったから今更この段階で食らうはずがないわね。ピア。なんでそこ欲張った？しかもここでちょうど第2段階。さまよう祝福が1個しかないの急に不安になってきた。とりあえず瀕死時 HP 低下が切れるまでは安全に打てんね。最悪ランダム落雷で死にかねないから周りにも気を配らないと。よしようやく回復できる。そして定期的にこの奇跡の妖怪も使っていくわ。なぜ重装でなくこれを使うか？いろんな武器使った方がクロートっぽいからね。あやでもそれ ?U ターンして全力離脱。これ間に合う？あらだだだ。アップな。でもアーチ切るか迷ったけど切らなくて正解だった。竜巻状態じゃなけば食らう要素はない。今のうちに削り。あれ落雷ってそんな範囲あるんだっけ？歩きだけ避けれないのね。聖杯も少なくなってまいりました。2回目の竜巻デスマッチは難なくやり過ごして霧もみダイブは攻撃したゴブラホ。あれ普通に食らっちゃった。ローリング早すぎたのかな。これで聖杯0本。まあ不当回復もあるし、さまよう祝福も残ってるし、全然余裕だし。でももう怖いからさっさと終わらせたい。そこでそれはやばいって。これは間に合わない。よし何気に完璧なタイミングだった。てかまずいわね。もう復活がない。しかも瀕死時 HP 低下だし。まさか負けるなんてことは。嫌じゃもう通常エデレと戦いとうない。次いつ出てくれるかなんて全くわかんないのよ。ここは絶対勝ちたい。いや勝つ。HP 低下なんて関係ない。短期決戦でさっさと決めきる。怖すぎる。絶対食らったらその瞬間死。でも攻めるわ。光のチャンス。そんな攻撃もう半年は食らったことないわ。あと一発か？私の粒子をその目で記録しておきなさいセバスチャン。よしそれなら、終わりじゃー。イエーイ。やった。
これでもう通常エデレと戦わなくていいんだ。というわけで常世エデレも勝利。ヒヤヒヤしたは全く。復活0聖杯0まで追い込まれたのは今回が初めてかな。いやちゃんと商人から買っておけばもう一個さまよう祝福あったはずなんだけどね。反省点は、意外とないかな。被弾はほとんど単なるケアレスミス。切りもみダイブの回避タイミングだけもうちょっと練習した方がいいかも。さてじゃあ続けていきましょう。ついに最後、残るは常世マリスのみ。なんだけど、全点標的に現れません。一体私はいつまでリセマラし続ければいいの？というわけで永遠にも思えるリセマラの果てにようやく標的兆し出現。異物構成はタイマリスセット。初期祈祷を雷の槍に。あとはいつもの祈祷強化 HP 上昇をベースに少しオート固有強化も入れてみた。雷の槍はどうしても道中頼りないからね。まあ常世だったら全部意味ないんだけど、完全に常世だけ狙ってハルハルで行くのもちょっと違うし、一応マルチでやるときと同じ感じで行くわ。そろそろ重装にも飽きてきたしね。さあ行きましょう。奇変はなしで村はあり。DLC 拠点はなしか。行動は必須ね。初手大教会は変異体神託使者。変異体でも神託の使者程度なら大丈夫というのが通説。雷の槍の威力を思い知らせてやるわ。ちょっとまずいか？絶対途中で FP 切れるわね。わざわざ雑魚多めに買ってレベル3まで上げてきたのに。やっぱ重装とは違うか。重装だとほぼ全員巻き込めるから当然っちゃ当然だけど。後で調べたら一応雷耐性 20% あるらしいわねこいつ。普段ほぼ瞬殺だから気にしたこともなかったわ。一旦 FP 補給してきます。待たせたわね。ついでにファミリーも復活。さすがにこれで削りきれるでしょ。残るはお前だけ？さっさと楽になりなさい。貴様横から。まだ残ってたのね。今度こそやる。ちゃんとアースで保険もかけてね。ようやく終わった。出血武器来た。これで迷わず行動トロルいけるわね。まあこういう万全な時ほど変異体じゃないのはいつも通り。いやでも雷の槍だと通常個体でも FP 切れ不可避だからよかったかな。レア強化も終えて中央砦攻略へ。こういう時に重装じゃないのが本当に苦しい。重装なら今の一発でもう敵集団半壊なのに。でも数少ない重装に勝るポイントは上から狙撃できること。ここのトロルは安全にやれるわね。雷の槍最強。もちろん途中で FP 切れしたので残りは出血で頑張りました。さて1日目収縮間際だけどそこそこ装備は揃ってるわ。アンコモン太陽の都の盾 HP 最大時カットアップは店売り品のやつではなくたまたまね。夜ボスは溶接デーモン。まあどこ？降臨特敗を追うので耐久戦できるわ。2連切りは近くで避けて突き刺し誘発。後ろ潜り込んでため R2。おぐや。特大武器だとさすがにダメでした。降臨は耐性削り込みだから携帯移行を止めれないのだけが厄介ね。腐敗入れも兼ねて1回リセットさせておきましょう。はいオッケー。ちょうど腐敗も入ったわ。これで勝ちね。でもこいつ相手に1回死んでるようじゃダメだわ。夜ボスは出会わない奴は全然出会わないからどうしても毎回ちょっと動き忘れちゃう。そこがナイトレインのいいところでもあるけど。2日目はまず無属性ダイヤ H。変異体湿地騎士か。普段ならスルーだけど。特攻の雷の槍があるから意外といけたりしない？あと村の買い物用のルーン全部使っちゃったから稼ぎたい。オラクラへ。おっと予想ダメージをとんでもなく下回ってきたんだけど。これちょっとまずいか？よしともかくあとちょっと。いや回復すなー。これもしかして積んでない？こいつらの回復って回数制限とかあったりしない？いや絶望すぎてありえない願望垂れ流しちゃった。はい FP 切れです逃げます。よし補給完了。今度こそ仕留め切るわ。ってなんかこっちまで来てくれてる。分断できたのは良好ね。ここでまず一体やりきりましょう。はい帰還。リスポーン位置が近くてよかったわ。うわでも2体集まっちゃった。どうやら非戦闘状態だと回復使わないっぽいのだけが希望。HP が減ってる奥のやつを先にやりたいんだけど。
って回復やめてね。もうお前はいいからあいつだけ殺す。よしこれで。あと一発。よし。あれ？私は何度でも蘇る。そう貴様らを殺し尽くすまではね。てか収縮。まだ2日目何にもやってないんだけど。とりあえずアーチゴリ押しでなんとか処理。てかあと1体いるんですけど。絶対 FP 足りないんですけど。FP 切れたから残りはこの直剣。と思ったらしっち貴様。これならいける。え？ちょっと行くの早くない？いやでも一発で1000ダメぐらい入れてくれたからそれで十分。残りはこの剣でなんとかするしかない。それやめろ、ナイスセバスチャン。回復されたらマジで終わり。それだけは何としても阻止。ほえ？攻撃命中時まれに敵が死ぬ。マレシ最強、マレシ最強。でももうちょっと早く発動してくれてもよかったんじゃない？そうすれば2日目の半分が失われずに済んだのに。いや祈祷の攻撃だと発動しないのかな。他の攻撃命中時系と同じなら多分そうね。村での買い物を考えて一つだけレベルアップ。えらい。買い物終えたら新宅の死者倒してさすがに一発目このレベルなら。FP 切らしつつ変異体カバも出血死させて次期の貴公子と戯れ始めたらもう収縮。早いって、まだレベル10なのに。最後に横のローレッタ。変異体じゃなくてよかったわ。2日目夜ボスはフル星の聖獣。雷の槍はまずまず通る。でも前座で FP 使いすぎちゃった。ある程度近接でやらないといけないかな。とりあえずここまではノーダメだけど、伝説こんな振りにしてから削りペースが遅すぎる。この攻撃どこに眼界出てくるかよく理解してないのよね。いつも適当に疾走で離れてるけど運が悪いといつか食らいそう。お、出血した。こいつって発売からかなり長い間バグで状態異常一切無効だったのよね。そのせいで未だにどれが効くんだったかあやふやなところあるわ。効くのは毒腐敗出血だけね。まあ他の隕石系で疾走ブレーキモーション出しちゃった。てか突進ガードでは防げないのね。知らなかったかも。いやでも守護者さんがハイガードで防いでたような気がするからガード強度があればいけるのかな。話戻すと隕石系モブの状態異常耐性は大体みんな毒腐敗出血が効いて凍傷無効なんだけど。あ、隕石系ってのは石肌の王、フル星の獣、暗黒の落とし子とかね。石肌の王だけ毒腐敗出血に加えて睡眠もつくみたい。でも新たに現れた隕石系のせいでその法則が崩れちゃったのよね。そいつこそが深海の夜マリス。マリスも地味に隕石系らしい。ってウィキで見た。そしてマリスは毒出血無効で凍傷は有効。と他の隕石系とは耐性がまるで違うのよね。一族の外れ者ね。隕石系には隕石系特攻の武器使えばダメージ出しやすいんだけど、隕石系特攻武器は魔力属性ばっかりでマリスには通り悪い。から知っててもあんまり意味ないっぽい。でなんでこの女は成功切ったのにまだ連接コンペチペチやってるわけ？全力疾走全力対比。あわは。ほらやっぱ当たっちゃったし。これの出てくる位置わかる有識者求む。普通に聖獣の向きによっての3方向？検証しようにも2日目夜だからなかなかね。さすがに雷の槍でとどめを刺しにかかった復讐者さん。やるなら最初からやってね。FP 回復したことを忘れてたのかどうしても連接コンで戦いたかったのか真相は闇の中。さて3日目。火力はいまいちだけどポーチとタリスマンはよし。どうせ常世なら祈祷強化あっても意味ないしね。さまよう祝福も3つ。負けることはないでしょう。問題は常世か否か。常世頼む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 兆し、常世マリスきたー。これで終われる。長かった。前座はさっさと退場してどうぞ。よしオッケー。捨てるのは祈祷ため強化でいいわね。さて本番。随分久しぶりのような気もするけどまあ大丈夫でしょ。ソロなら睡眠いざないも確かため後輩一発で阻止できたはず。いやでも深き夜だと試したことないからわかんないかも。
ちょうどいい使いだわ。ちなみに常世マリスは HP によって使ってくる技が変わってくる。一番最初は回転突進のみしかしてこないわ。これ地味にウィキにも載ってない情報ね。HP90% 以下ぐらいからようやく泡飛ばしやら波起こしをしてくる。と思う。数値は自信ないけど。まあ知ってたからって別に役に立つことはないだろうけど。とりあえず残り65%くらいかな。泡飛ばしかすっちゃったから回復しましょ。でビームか。存在を忘れてた。まあでもしっかり盾持っててよかった。そういや標的兆しの時は地面ビーム対策で盾持ち込み推奨だったわね。そんなことまで忘れるなんて。地味にもう2ヶ月くらいモラマルチしてないし仕方ないか。睡眠いざないは高級全破壊で阻止。ダメ効果何発で阻止できるかも試したかったけどまあいいでしょ。これって阻止の基準はダメージ？それとも回数？さすがに回数だよね。ダメージなら試し用じゃなくても阻止できることになるし。いや通常使用で阻止できるのかも試したことないから知らないけど。今度レベル1でやるからちゃんと阻止できるかちょっと不安。まあそれもやってみればわかるわね。また地面ビーム来た。これ今の私ならローリング酒もできちゃったりしない？ほら。昔はロリサ結果ガードを蹴って結論付けてたけどいけるのよやっぱ。今の私なら。行った日の夜を経て私も上手くなったのかしら。もはや盾持ち込みすらいらないわね。さて3連波起こしはしっかり疾走で避けて、と。何が目の前動き？波の位置把握を間違った。地面ビーム食らったのは波に気を取られたからねきっとそう。発進のシールドバッシュ。また波起こしか。これ高級ビームが厄介なのよね。ちゃんと打ってくること覚えとかないと。あ、今度は1回だけか助かる。ほら。なんで？ブレーキモーション誤爆。初心者かな？新指示 HP 低下が積もってまいりました。まあ大丈夫よさまようチクックはまだ2つある。すみませんでした。やっぱり地面ビームは安定回避不可です。調子乗ってました。これで復活は残り1回。やばい。FP がない。どうすれば。一旦アーツ。アーツ切ろうと思ったのに出なかった？なんかリラ構えてた。なんで？とりあえず検証は後で。先にこいつやりきる。また波起こし時のビーム忘れてた。これは3連目。もう復活ないから絶対安全第一。この位置はまずい。避けられない、アーツ。ボボ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 ボ。よしなんとかやり過ごせた。いややり過ごせたと言っていいのかは怪しいけど。なんとか回復。でも地面ビームやめてね。大昔になんとか地面ビームのロリ回避安定させようと色々試してみたのだけど、どれもうまくいかなかったのよね。原因としてはビーム通った後から爆発までの時間。毎回その値が大きく違っていたのよ。そのせいで時間での安定化は無理。かといって爆発見てから回避も間に合わないことが多い。完全に安定回避できるのはレディーぐらいじゃないかしら。せめて回避強化ぐらいは欲しいわね。それでもレディーのダブルステップの無敵時間には遠く及ばないけど、理想は戦技無敵か霧の猛禽ね。ちょっと落ち着いたからさっきの瀕死を見返してみましょうか。飛ばしてくる泡を撃退中、FP ないことに気づいてアーツを発動。したはずがなぜかリラ構え状態に。リラ構えだとアーツは出ないからそのままダウン。後で検証して分かったんだけど、武器構え状態だとちょっとファミリー関係の挙動が特殊になるみたい。結論から言うと構え状態から三角を押すと問答無用でリラ構えに移行するわ。三角プラス L2 はそもそもリラ構えのコマンドだからおかしくはないのだけど、リラ構えするときは本来三角をしてから L2、その逆はできない。L2 には常時何かしらのアクションが設定されるから当然ね。それが構えの時だけはその例外になる。構え状態は常に L2 をしてる状態だから、ここで三角を押すと三角プラス L2 になってリラ構えしてしまうというわけ。理屈的にはおかしくはないけどどうしても直感には反するわね。リラ構えイコール三角をしてから L2 って体が覚えちゃってるから。常世マリスと戦うときは意識しておいた方がいいかも。
構え状態からアーツ使うには一旦構え解除。せめてこれだけはね。さてぐだぐだ喋ってるうちにもう終わりそうね。まさか4回の復活すべて使い切ることになるとは思わなかったわ。さようならとこよマリス。よくぞ私を4回も瀕死に追い込んだ。ここで、お前は強い。イエイイエイイエイイエーイ。さて色々あったけどとこよマリス無事撃破完了。これにて震度5ソロで全とこよ撃破も終了。最後に隊は結構楽勝だと思っていたのにこんなにやられるのは想定外だったわ。やっぱりとこよはとこよ、その名に恥じぬ強さ。完走した感想だけど、まず全体を通して思ったのは、重装が強すぎる。これね。レベル1の方でも思ったんだけど、雷の槍に変えた時のファームの落差の違い。その落差が一番印象に残ったわ。今回は一応獣特化は自重してたんだけど、それでも他の祈祷と比べると圧倒的と言っていいほどの強さだったわね。もはやこれなしで復讐者というキャラを語ることは難しいでしょう。そういえば最初は勢いようと獣の石使ってたけど途中からフェードアウトしたわね。正直隙の少ない一部のボス除いて重装で事足りちゃうから。そういう隙の少ないやつもファミリー使えば重装当てられるしね。その他は、やっぱり複数ボスが厳しいってことかな。当たり前だけど。いや複数が厳しいというより単体ボスが簡単と言った方がいいのか？無限に復活するファミリーをおとりにすることで隙が少ないボスだろうといくらでも回復タイミングを作り出せるからね。成功と HP 最大時カットアップさえあればどれだけでも攻撃を受けれる。無駄な被弾の多い私にぴったりね。個人的に単体ボスで一番苦しさを感じたのは襲撃イベントの意味鬼。こいつは私だけを常に狙ってきておとり作戦が一切不可能だからね。栄翔速度なしの重装しか攻撃手段がないと相当時間かかること間違いなし。こいつだけには本当に獣の石が欲しい。今回は一発は攻撃耐えれたからある程度ゴリ押しできて助かったけど、タイミングが悪いとマジで半日持っていかれそうね。恐ろしい。あとは意外と学びが多かったわね。戦うたびに新たな発見があったわ。ソロでしか活かせないものもマルチで役に立つものも。このゲームまだまだ極みには程遠い。それを痛感したわ。やってよかったわねこの企画。さてこんなところかな。次はレベル1縛りとこよの王編。だけどそのうちまたソロでもなんかやるかもだからお楽しみに。では今回もご視聴感謝。また見てね。